こんにちは。猫を愛する皆さん。今日の猫について知っておいてほしいことは、猫の巨大結腸についてです。それでは始めましょう。猫好きの皆さん、猫は私たちの生活に喜びと癒しをもたらしてくれる素晴らしい仲間です。彼らの優雅な動き、愛らしい表情、そして時折見せるお茶目な行動にはいつも心を癒されます。猫は私たちにとって大切な家族の一員です。彼らの健康を守るためには様々な問題に対処する必要があります。今日は特に大切なテーマについてお話しします。それは巨大結腸です。巨大結腸は猫の消化器官に関する深刻な問題です。この病気にかかると、猫は排便が困難になり、痛みや不快感を伴います。適切なケアと治療が必要です。この動画では巨大結腸の症状や原因、そして飼い主ができる対策について詳しく解説します。猫が快適で健康に過ごせるように、ぜひ最後までご覧くださいね。猫の巨大結腸で我が家で効果があり、便を出せるようになったものは、こちらのお薬です。この薬を服用することで、前回の動画でお伝えした便秘を克服することができました。便秘については、前回の動画でお伝えしていますので、ぜひご覧ください。薬については動画の後半で、我が家での使用法は、動画の最後でお伝えしますので、よろしければ最後までご覧くださいね。薬のことだけ知りたい方は、概要欄のチャプターから飛べますのでご利用ください。巨大結腸症は、猫における重篤な腸の障害の一つで、結腸が異常に拡張し、正常に機能しなくなる状態です。それでは、巨大結腸症についての詳細を説明します。巨大結腸症の原因。巨大結腸症の原因は様々ですが、主なものは以下の通りです。一次性巨大結腸症。結腸の筋肉の異常が原因で、結腸が正常に収縮できなくなる場合。これは、先天的な場合もありますが、多くの場合は特発性です。二次性巨大結腸症。他の病気や状態が原因となって発生する場合。例えば、慢性的な便秘、結腸や直腸の閉塞、脊髄の損傷や神経障害、骨盤の骨折、その他の消化器系の病気、巨大結腸症の症状。巨大結腸症の主な症状は以下の通りです。慢性的な便秘。猫が頻繁に便秘になる、あるいは排便が困難になる。嘔吐。食べ物や液体を吐くことが増える。食欲不振。食事に興味を示さなくなる。体重減少。食欲不振により体重が減少する。無気力。活動量が減り、元気がなくなる。獣医師は以下の方法で巨大結腸症を診断します。身体検査。腹部の触診を行い、腸の拡張を確認します。X 線検査。結腸の拡張と便の詰まりを確認するために X 線を取ります。超音波検査。結腸やその他の内臓の状態を詳しく調べます。血液検査。猫の全体的な健康状態を評価し、他の病気が原因でないかを確認します。巨大結腸症の治療は以下の方法で行われます。便秘の解消。直腸内に詰まった便を取り除くために肝腸や下剤を使用する。食事療法。高繊維質の食事や特別な療法食を与えることで、便秘を予防する。薬物療法。結腸の収縮を促す薬や、便を柔らかくする薬を使用する。手術。重度の場合は、結腸の一部を切除する手術が必要になることがあります。しかし、現在ではあまり手術は行っていません。予防には以下の方法が有効です。適切な食事。高繊維質の食事を与え、便秘を予防する。
十分な水分摂取、猫が十分に水を飲むようにする、定期的な運動、猫が運動することで腸の動きを活発に保つ、巨大結腸症は早期発見と適切な治療が重要です。もし猫が便秘や嘔吐などの症状を示した場合は、早めに獣医師に相談することが大切です。では、我が家で巨大結腸症の便秘を解決することができたお薬についてお伝えします。この薬も頻繁に干潮することになってしまったため、なんとかできないかと探し、たどり着いた動物病院の先生のホームページに紹介してあった薬です。そちらのホームページを皆さんにご紹介できないかと探したのですが、見つけることができませんでした。この薬は人間用の薬です。人間の便秘用の薬で、2歳の子供から飲むことのできる薬です。モビコールは、主に便秘の治療に使用される薬です。この薬は便を柔らかくし、腸の動きを促進することで排便を容易にします。モビコールは、通常ポリエチレングリコールという成分を含んでおり、水を腸内に引き込む作用があります。この作用が、便をスルリと出やすくする要因ではないかと思います。人間の薬ということで、簡単には手に入らないと思い、成分が含まれている薬を、市販のもので探しましたが見つけることはできませんでした。動物病院で取り寄せできないかと思い、先生に相談してみると、取り扱いがありました。薬はあったのに、動物病院で処方されることはありませんでしたので、巨大結腸の便秘にこれほどの効果があることを、獣医師も知らなかったようです。試してみたい方は動物病院に相談してみてください。では薬の使い方をご紹介しますね。モビコールは 60cc の水に溶かして使います。我が家では100均の容器に毎回水の量を測るのが大変なのでテープで印をつけています。まず水を入れ、そこに薬を入れ、よく振って溶かします。すぐには溶けませんがしばらく置いておくと透明になります。作ったお薬は一度には全部使いませんので、冷蔵庫で保管しています。飲ませるときはシリンジに入れ、飲ませています。はじめは何回かに分けて、2日で 60cc を飲ませていました。便秘で苦しむよりも、下痢になってしまった方がいい、という気持ちでした。すぐには便は出ませんので、何日か続けてみてください。我が家では4日目に便が出ました。腸まで水分が届くという効果のため、便は水気を帯びています。最近では3日で 60cc を飲ませていますが、便が出ていないなと思うときは、多めに飲ませると、ちゃんと便が出てくれます。このお薬は体に吸収されることがないので、ずっと飲ませていても大丈夫だと、動物病院の先生からも言われています。この薬を使うようになってからは、他のことはしていません。もう便秘で病院に通うこともなくなりました。必ず効果があると断言はできませんが、便秘で苦しんでいる猫ちゃんがいたら、ぜひ試してみてください。このチャンネルでは、長年多くの猫たちと関わってきた経験をもとに、猫の知っておいてほしいことをお伝えして、皆様のお役に立てたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。